毎度江川です。リモートワーク、自宅でのね作業スペースをねすごい快適にするためね、いろいろこだわりながらね書斎を今作ってるんですけれども、ついに購入しました、オフィスチェアです。はい、1年以上このニトリのねオフィスチェアを使って作業してたんですけれども、今回購入したのは、はい、高級チェアでおなじみ、みんな大好きエルゴヒューマンですよね。エルゴヒューマン、今座ってるんですけれども、腰が痛くならない、さらに腰痛が解消できるということで話題の大人気オフィスチェアです。とは言ってもエルゴヒューマンって種類すごく多くて、プロオットマン、ベーシック、エンジョイ、フィット、ほんまいっぱいあるわけで、どれ買えばいいか分かんないわけですよ。実際僕がいざエルゴヒューマン買おうと思った時ね、なんやこれ種類多くてどれ選べばいいんやろっていうことで悩みました。ということで、エルゴヒューマンのね取扱店舗にね実際に行ってね試乗して、でさらに種類の違いを確認してきたんで、それを皆さんに共有できたらなと思ってます。で、僕は先に言っちゃうんですけど、エルゴヒューマンプロオットマンをね購入しました。もともとはエルゴヒューマンベーシックをね大本命としてお店に行ったんですけど、ちょっと心変わりしてプロオットマンにしたわけですけど、その理由とかもね紹介したいなと思ってるんで、もしよろしければご覧になっていただければ嬉しいです。ではやっていきましょう。江川の動画。エルゴヒューマンの、あらゆるねその種類扱ってる店舗って意外と少ないんですよね。そんな中僕が向かったのは五反田にあるね関家具さんっていうお店ですね。ワークホリックさんっていうお店もいっぱい種類置いてるんですけど、試乗するまで1ヶ月以上予約待ちって言われたんでね、関家具さんに行きましたね。僕は即日ね試乗できましたよ、このお店は。エルゴヒューマンフィットは、特約店、限られたお店しかね取り扱いがないっていうことなんでね試乗できませんでしたけど、眼鏡かけた店員さんにね情報を入手したんで、それは紹介したいと思ってます。もう早速ね、一番みんなが気になる比較なんですけど、エルゴヒューマンプロとエルゴヒューマンベーシックの違い、一番人気のでも高いタイプで、その次ぐらいに人気で1万5000円から2万円ぐらい安いタイプベーシック、はい、この2つの2タイプの違いを紹介します。その違いはね3つですね。3つ。はい。1つ目はヘッドレストの支柱部分までアルミ製フレームを採用しているか否かっていうことです。エルゴヒューマンプロは足の部分もアルミフレームがねいい感じにデザインされてます。なんか長年使ってもへたれへんっていう耐久性の高いボディになってるそうですね。で店員さんに聞いたところ、耐久性にねぶっちゃけそんな大きさないよとは言うてましたけれども、つまり何がここで違うかっていうと、高級感ちゃいますか。見た目の足の部分もねプロの方がなんか美しいフォルムになっていてね、高級感はありました。そして2つ目の違いはねヘッドレストの長さですね。プロの方が調節幅がね4センチぐらい広くなっているということです。つまり座高の高い人、背の高い人、大きい人はね問答無用でねプロを選んだ方がね自分の体に合わせた調節ができるということです。そして3つ目、これはね結構重要ですよ。前傾チルト機能のね有無です。はい、これは僕的にはね最もね重要なんじゃないかなと思いましたね。座面の後方部分の高さをだいたい20センチぐらいね高くできるっていうね機能でして、自然とね前かがみの姿勢をね保ってくれるっていう機能です。でそういう違いがあるチェアなんですけど、実際座ってみると、まずはエルゴヒューマンベーシック、これはね本当素晴らしかったですね。丸1年座ってきたニトリのオフィスチェアと比べたら、もう腰とねお尻への負担がねほんま少ないと思いました。なんか跳ね返される感じで、あとエルゴヒューマン最大の強み、この腰部分のランバーサポートっていうやつね、これはすごい本当弾力で支えてくれるんで、みんなにね絶賛される心地よさがね理解できました。そしてエルゴヒューマンプロですよね。なるほど、そういうことかとね結構感動しましたね。正直僕ね座り心地はね圧倒的にはねプロの方が素晴らしかったですよね。ホームページとか事前情報で僕ねそもそもちょっと知らなかったんですけど、ベーシックと比べて椅子そのもののね大きさはね一回りプロの方が大きいと感じました。僕が小柄っていうこともあるんでしょうけど、ほんとゆったり座ることができる、なんか大きい椅子に抱えられるようなね、そういう感覚ですよね。心地よさはねだからベーシックと比べて格段に上でしたね。はい、実際座ってみて一番びっくりしたのは前傾チルト機能ですよね。これはマジで僕の中ではめちゃくちゃでかかったですね。要は
普通作業する時ってこうもたれながらこう作業しないじゃないですか。でもこう前傾チルト、要はこうちょっと前かがみの状態で基本作業してるんで、もう基本この姿勢を椅子が作ってくれるってことはめちゃくちゃ重要で、長時間作業する人には特にね楽になる機能だなと思いました。作業してる時楽が一番重要じゃないですか。こうもたれかかるような椅子を探してるのであれば僕はソファーでいいと思うんです。でもこう作業するためのワークチェアなんで、やっぱりねこの前傾姿勢をね保つってことはすごくねでかいなと思いました。なので僕はもうね最大の理由ですよね、プロを選びましたね。はい。この関家具さんでは取り扱いのなかったエルゴヒューマンフィットなんですけど、これはねかなりベーシックとね座り心地が似てるということでしたね。はい。でそのベーシックとフィットの違いっていうのはこのヘッドレストの可動域がフィットの方が多いということですね。さらにフィットの方は一回りねボディ自体が小さいんで、女性の方とかもうほんと小柄な方に向いてるということです。で続いて僕が試乗したのはエルゴヒューマンエンジョイというやつです。でこいつは大きな違いはね、もうやっぱ値段がめっちゃ安いで、あと独立式のねランバーサポートがなくなってこう一体化してるという形になりますよね。なので腰部分の負担どうなんかなと思ってたんですけど、いざ座ってみると全然 OK。 全然腰ねいい感じに支えてくれましたね。これまで座ってきたニトリと比べたらもう圧倒的に素晴らしかったです。だからコスト結構気にする人とかベーシック買うより俺もしかしたらこのエンジョイの方がいいんちゃうかなと思いました。試乗した結果エルゴヒューマンプロにしたわけですけど、そうなってくると次プロとプロオットマンの違いです。はい、こういうのが訪れますよね。オットマンっていうのは足元のね支える足を置けるか置けないかみたいな違いになります。オットマンがついてるかついてないかね。はい、でこのオットマンっていうのは後からこう取り付けることできないんで、最初にもうオットマンにするかっていうことでね決めんとダメという決断が強いられるわけですけれども、後からもう欲しなんの嫌なんでオットマンをつけました。実際購入して僕もぶっちゃけ2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、使用した回数ねオットマンね2回くらいですね。はい、そんな使う機会ないっすね正味。だって布団の方が断然やっぱ上やもん、こう居心地の良さって。はい、椅子と布団ですよ、寝転ぶならやっぱり。はい、そしてねエルゴヒューマンはね座面の生地をね自分で選ぶことができます。というか選ばないといけないですね。はい、実際僕が触ってきた生地っていうのが3つありまして、1つ目は硬めの弾力のねエラストメリックメッシュというやつです。ザラザラしてました、肌触りが。はい、で2つ目が優しい触り心地の 3D ファブリックメッシュというやつです。サラサラでソフトなね触り心地でした。店員さんに聞くとぶっちゃけこっちの方がね汚れがね付着しやすいそうです。だからメンテナンスがね結構必要になるみたいですね。で3つ目がモールドクッションタイプというもので、メッシュではなくねクッションタイプです。意外と触ってみるとね硬くてねしっかりしてました。要はメッシュかクッションかどっちかみたいな話になってくるんですけど、メッシュの方がね通気性が高いんで長時間座ってるのであれば蒸れない、そういうメリットがあるんで、僕はメッシュタイプで、かつお手入れとかねちょっと面倒くさいんで、僕はエラストメリックメッシュっていうタイプをチョイスしました。はい、オットマンプロをね購入したんで、ちょっと内容がねそっちをこうひいきするというか褒めるような内容になってしまってはいると思うんですけれども、ちょっとでも参考になればいいなと思い投稿してます。リモートワーク主体の世の中になってしまって、もうほんと長時間ね家の中で作業すること増えたんで、もう椅子に投資することはねもう仕方がないなと、もっと早押しとけばよかったなみたいなことはぶっちゃけ思います。でも高いからな。ちなみに僕は配送はね組み立てた状態でねお願いしました。もう自分でこう組み立てるのめんどくさいなと思って、だからめっちゃ楽でしたよ。購入する時ね組み立てまでお願いするのが僕はおすすめかなと思います。はい、で実際こうエルゴヒューマンをゲットしたからこそできる一言言わせてもらってお別れにしたいなと思います。はい、アイマエルゴヒューマン、これ言いたかった。